こんにちは。ついに作業が完了したので、ルームツアーをしていきたいと思います。行きましょう。行くぞ。まずは前から説明していきます。一番前の運転席からしてセンターコンソールです。このドリンクホルダーがあって、ここも開くようになってて、一応ね、ティッシュ、ちょっと大きめのティッシュも入る大きさのものと、ここにボックスがある。ここにもまあ好きなもん入れてっていうぐらいの大きさはあります。かなり入るよね。結構入ると思う。車検証は入れないだろうけど、なんかいっぱい入ります。なので好きなものを入れてください。クッションがあって、ここが肘置き。なかなか快適だと思う。このいい感じ？いい感じ。暑いかなって思ったけど、結構いいと思うな。高さは？高さも最初ちょっと高いかなと思ったけど、意外といいと思う。なんか慣れてくるとね。この前面っていうのもまたいいね。いいね。あとは一応ね、暗かったので、ここのルームライトも明るいのに変えました。まだ暗くないので分かりにくいんですけど、明るいものに変えました。明るいね。明るい。全然暗かったしね。はい。今回はシートカバーを市販のものなんですけど、これを変えました。すごい明るいライトグレーとデニムの2色のシートカバーに変えました。これは市販のものなので、サイズがぴったりで、こう着せて、マジックテープと、これに関してはチャック。助手席運転席はチャック。後ろは、なんて言うんだろうね、あれ。マジックテープと紐。結構簡単に装着できるシートカバーで、色味がまた可愛いよね。そうだね。なので、私たちの車じゃないんだけど、とっても気に入ってます。シートカバーを入れるだけで全然雰囲気が変わるなっていうのは、今回学びました。では、次。一つ後ろの席をご紹介します。ここが2列目、3人乗りのシートがあります。ここにはセカンドテーブルを今回作りました。2列目の人も充電できるように USB が2口。一応シガーソケットもついてる。これがメインスイッチの代わりで、ここをつけると電源が入ります。でここもカップホルダーが2つ。と、ちょっと軽食食べるとか、そういうのは簡単にできるぐらいのちょっと低めのテーブルにしました。では次、最後、後ろに行きましょう。はい、最後、一番後ろの荷台になるのかな、メインの場所です。一応ライトつけるね。ここは、ね、背もたれで置けるし、ここ結構4人5人座れるよね。広く行くんだと3人 ?4 人か。4人座れると思う。結構広めのソファーになってます。一応ね、すごいちっちゃいけど、ここにもちっちゃいです。それはそういう用途じゃないんだよな。いやでも私はここ結構好き。ここは、ここのセカンドシートに干渉しないように、最初この高さで作ろうと思ったんだよね。なんだけど、そうすると、こう直角当たりそうだなと思って、ここだけちっちゃくすればいいんじゃないかっていうね、試行錯誤の上こうなって、ここだけ空いてるのがちょっと気持ち悪かったから、ここだけ板っていうのもなんかなと思って、クッションが少し余ってたので、ここもね、あったらあったで、ここが下がってたら座れるし、意外とおまけで作ったけどよかったよ。これを、よいしょ、ここにやると、こういうこともね。まあでもね、何かとね、いいね、そこね。これは、こう、背もたれにもできるし、こうね、この字にもできるし、こうやって L 字にもできるし、どう座りたいか、どう寝っ転がりたいかによって、使い方を工夫してもらえればと思ってます。ここのベッドは、全部ね、フラットになって、2人は寝れるかな、楽に。このベッドキットの、この中にしまえるように作りました。キャンプ用品とかをたくさん積むっていうよりも、ちょっと旅行に行って、外食をして、ホテルじゃなくて
車に寝るよねっていう使い方が多いと思うので、収納はそんなに作ってないです。ちょっとだけ。ちょっとしたものをこう置いたりとかできるくらいかな。あとはもうここが全部荷室にはなるからね。置くのは全然できる。なので、そんなに物が多くない仕様。こっちにはクッションがしまえる。こっちは下がちょっと収納になってるのと、この下にサブバッテリーが入ってます。サブバッテリーとインバーターともろもろが入ってます。よいしょ。こんな感じになってます。リチウムイオンバッテリーのサブバッテリーと1200のインバーターが入ってます。ここにスイッチパネルと残量メーターとコンセントをつけました。メインスイッチここら辺につけると、もしなんかぶつかったりとかしたらなぁと思ってメインスイッチはここについてます。今回は4つ小物類をつけました。1個目がこの今ついてるダウンライト。で、2個目がテープライト。間接照明風になってます。で、3つ目が反対側。こっちにもつけました。ライトが1、2、3でついてるのと、最後に冷蔵庫。家族で買い物をしに行って冷蔵品とかを買った時にしまって帰ってきたいなっていう時に使うので、積み下ろしがしやすい場所っていうのを考えた時に後ろかなっていうのでここの場所にしました。あとはスペース的にも、この剥き出しにしてるっていうのはね、ある種使いやすいよね。ちょっと旅というかさ、ね、2、3泊で車中泊とかでもさ、このくらいあれば十分だし、結構広いもんね、これ。結構入るよね。ペットボトル15、6本 ?500 だったら入るかな。十分飲み物冷やしてちょっとその日の食材入れるとかだったら全然まあ楽勝だね。ちょっとコストコ行ってとかそういうのも全然入るし、買い出し用冷蔵庫です。私はね、結局多分ここ良かったと思う。ここだとさ、セカンドシートに邪魔されるし、横にしたら横にしたでなんか、外からは開けやすいけど中から開けにくいとか、そういうのがあるから、ここだったらすごいアクセスもしやすいし、場所的には正解だったんじゃないかなと思います。なので、ライトを全部つけると、結構明るくなる。このように、今回は作りました。スイッチパネルは、5口 ?5 個スイッチが入ってるんだけど、まあ、1、2、3はライト。で、4番目が冷蔵庫をつけてます。5番目はまだ使わないので、5番目は一旦、今はね、ついてないです。スイッチパネルにはここにシガーソケットが入ってるのと、USB が2口つけます。スイッチパネルの下に残量メーターを入れました。この残量メーターが残量と、ゲージと何%というのと、今何ボルト出てるかと、室内の気温が出てます。これ意外とね、いいよね。インバーターで DC12V を 100V に変換して、それをここでね、スイッチがオンオフできるようにしました。オンにして、ここにつながります。ここにコンセントと、ここに USB が1つ。ここから電気毛布を使うことができるように、アクセスが一番いいのが、ここかなっていうことで、ここにつけました。まあなんか使うとしたら、ここに置きながら使うこともできるので、まあいいんじゃないかなと思います。今回は、はめ板をビチビチ貼るっていうのじゃなくて、私たちもまた別でやってみたかった天井の仕様にしました。これは 5mm の合板を黒に塗ってまず貼ったんだよね。で、その上からこの太さの違う2種類の太さの板を同じ感覚でこう打ち付けていきました。これが厚さがちょうど良かったからはめ板を使ったけど、別にはめ板である必要はないです。そうだね。好きな木をきれいに好きな厚さにできるんだったら違う木で全然ね。ただ私たちは売ってたのがね、売ってて気に入ったのがこれで、厚さがちょうど良かったのがこのはめ板しかなくって、今回ははめ板で作ってます。この横も一応はめ板で作ってるんだけど、これはもともとあった穴をナッターっていうのでネジ穴にできるものを埋め込んで、ここで留めてます。ボルト留めしてます。今回も床は同じデコットを使いました。全面貼りました。セカンドシートから荷室に当たって全部一面で作りました。内装全部塗装してる。そうだね。まあ、これはね、私たちではなくね、ご本人に塗っていただいたんですけど、不安だったけど入れてみたらなかなかいいんじゃないでしょうか。白にすると広く見えるね。
今回一番苦労した点としては、車検対応で全部を取り外さなければいけないっていう一つ課題があって、それが大変だったよね。外しての車検対応だからね。だから外す前提で作るっていうのが結構大変だったかな。なので、このベッドキットとかも全て鬼目ナットを使ってボルトで締まってます。ボルトを外せば全部取れるし、セカンドテーブルもボルト2本で止まっているので、センターコンソールについてるボルトを外せばセカンドテーブルも取れる。コンソールは外さなくてもいいけど、一応コンソールもボルト4本で止まっているので、それも取れるっていう状態になってます。ということで、以上、ルームツアーでした。今日もご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ついに完成したので、ルームツアーをしていきたいと思います。はい。思います。どこからついに、ハイエ D ってダウンロードでしょ、それは。いいよ、別についに作業が終了しましたでいいじゃん。これをここにやると、私あんまり足長くない意味なかった。まあこういうこともね、こうね、なんか私狭いところが好きだから入るのが好き。ここめっちゃフィットする。ここに窮屈あれがあるし、俺らのもそうしたいね。けどしばらく私はこうでやりたいです。来年やります。以上、ルームツアーでした。少しでもいいねと思った方は、違うよ。少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。終わり。